皆さんこんにちは。今日は昨日の動画の続きとして序盤に強いボードを紹介していきたいと思います。5レベルの形を複数覚えておくだけでめちゃくちゃ安定したプレイができるはずですので、ステージ4で HP がなくなってしまう人なんかには有用な動画となるはずです。とにかく強いボードを列挙していくので頭に叩き込んでください。まずはブローラーレーザー。このボードからはアニマベインにとても行きやすいです。ケイルの部分をベインに変えるだけで強いボードを作り上げることができます。さらにこの構成からはシュアショットにも行きやすいですね。こちらもまたケイルにアイテムを持たせておいて、それをステージ4でサミーラに変えていく感じになります。途中でアッシュをセナに変えることでシュアショットへの準備もしつつレーザーを維持できるのもポイントが高いです。アイテムがソードに寄ってしまった時などはゼドという選択肢も悪くないです。しかしサンファイアが作れないゼドをやるのは個人的にはあまりおすすめしません。とにかく序盤を勝つということにフォーカスするのであればサンファイアの存在は欠かせないものになるので、ゼドよりは今紹介したシュアショットかアニマベインに移行するのがいいと思います。あとそうだ、イエリストとも相性がいいですね。その場合もこの構築を作ることをおすすめします。あと強イレコンにも行きやすいです。何しろ行きやすい構成の多い構築です。アイテムとしてはソードもしくはボウが多い場合はブローラーを集めるということを意識しておくといいと思います。さて次はルルをキャリーとした構築です。ユーミの部分はリーシュ、ソナなどの他のハートユニットでもいいですし、アニーがいないのであればマスコットを入れるのも悪くないです。そしてこの構築からはソラカとタリアに行きやすいので、涙ボットが多い場合にこの構築にするのがいいと思います。またレルの引きがいい場合はウーコンをレルに変えアイテムを持っていてもらいましょう。こうなった場合6レベルでアニーを入れてもいいですし、ダックスを入れてスターガーディアンを発動させるのも悪くありません。ガリオが星1の場合はガリオを抜いてこんな感じの構築にするととても強い状態で進行することができます。なのでレイティ構成に行く場合はディフェンダーとマスコットは集めておくといいでしょう。ブローラーとハートが集まるような場合はブローラーハートで進めるのも悪くありません。ここからレネクトンをリーシンに変更し6レベルでソナを追加するだけでハート4が発動するようになります。途中でカミールを買って入れる、そしてすぐに抜くということをすることでボード状況を変えることなくゆっくり ADMIN の効果を選ぶことができます。ADMIN の効果がキャスト時 AP 増加や次回やスタート時にヘルス増加の場合、そのまま ADMIN を使ったソラカにすることも可能です。なので ADMIN の効果の確認はしっかりしておくようにしましょう。次はアニマベインに行くためにたまに使うサイラスをタンクとして扱うゲイリスト構築です。ここでジンクスが引けていたらジンクスを入れたくなるかもしれませんが、正直このタイミングでアニマを発動させてもキルをアニマが取る方が稀ですし、なんならボードが弱すぎて負ける可能性も出てきます。ドレイブンなどがいればレインの代わりに武器を持たせておくことも可能ではありますが、正直あまり褒められた構築ではないことは確かでしょう。この構築を作るよりはディフェンダーとマスコットを組み合わせ、そこにドレイブンを差し込むだけにしておいた方がいいと思います。これならボードをかなり強くすることができます。ナサスで削った敵のヘルスをドレイブンがとどめを刺す感じですね。その後ベインが来たらベインに切り替えて途中星1のフィオラなどを使っておくといいと思います。もしガリオが星2に慣れていないならガリオをアリスターに変えればオックスフォースが発動しますし、ミイラが引けたのであればミイラでウーコンを回復させてあげればかなり耐久力の高いボードを作ることができるでしょう。以上で序盤に強い構成の紹介を終わります。ざっくりまとめるとこんな感じの構成が強いという感じです。意外と覚えることが少なくてびっくりした人も多いんじゃないでしょうか。もっと細かいことを言えば色々出てくるとは思うのですが、 AP ではルルをキャリーにしておくとハートモタリアも狙いやすく、リエリスト圏の構築を狙うのであればブローラーかマスコットを確保しておくといいといった感じですね。まずはこの4つ軸を覚えてしっかり序盤を買っていくことを意識しましょう。あとはステージ2の5で5レベルに、ステージ3の2で6レベルに上げることを忘れなければ
自然と勝率は上がります。あともう少しでセット8も終わりですので、皆さん頑張ってくださいね。もしこのガイドを見てランクを上げることができた方は、コメントに報告しに来てくれると嬉しいです。また、質問も受け付けていますので、そちらも気軽にコメントしてもらえればわかる範囲でお答えしたいと思います。それでは、今回は少し短めですが、これで終わりたいと思います。お疲れ様でした。またね。バイバイ。